今回のソフトはドリームキャストソウルキャリバー。このソフトの良いところ、残念なところ、ロード比較、グラフィック、サウンドの進化などを見ていきましょう。それでは動画スタート。ソウルキャリバーとはナムコの鉄拳シリーズとともに代表する 3D 格闘ゲーム。鉄拳は基本的に素手で戦うのに対し、ソウルキャリバーシリーズは武器を持って戦うゲームになっている。世界観は同じ武器を持って戦う格闘ゲームのサムライスピリッツは和風の雰囲気が強いが、ソウルキャリバーはサムライスピリッツに比べると洋風な雰囲気になっている。操作は1レバープラス4ボタンで縦切り、横切り、キック、ガードになっている。そして特徴はやはり自由に歩き回れる 8way ラン。鉄拳やバーチャファイターなどに比べるとかなり自由に歩き回れる。軸移動の楽しさ、駆け引きが楽しめた。そんなソウルキャリバーのアーケード版は1998年7月30日に稼働開始。その約1年後の1999年8月5日にドリームキャスト版が発売された。そのドリームキャスト版ソウルキャリバーの出来はいかに。良いところ、残念なところ、ロード時間、グラフィックの順番です。それでは良いとこからいきましょう。ドリームキャストソウルキャリバー。良いところ1個目、さすがはナムコといったところか。移植度は全体的に良く良い作品に出来上がっている。鉄拳シリーズ、リッチレーサーシリーズともにアーケード移植は良い作品になっている。2個目、操作性も良くアーケードスティックでプレイするとアーケードに近い感じで楽しめた。ちなみに私はコロンバスサークルのドリームキャスト用のコントローラーコンバーターを使ってます。下の概要欄にリンク貼っているので気になった方はチェック。3個目、グラフィック、サウンドの移植度もいい。そして前作のソウルエッジと比べるとかなり進化して綺麗になっている。4個目、ファミ通クロスレビューで40点満点を獲得。満点を取ったゲームの中でもなんでというゲームもあるが、満点を取ったのがすごい。5個目、使えるキャラクターが豊富。最初から使えるキャラクターは9人だが、隠しキャラを解放すると全18人を使用できるようになる。さらに条件が特殊だが、ラスボスのインフェルノも使えるようになり、最終的に19人使えるようになる。キャラクターが多いのは嬉しい。6個目、家庭用オリジナルモードが豊富にある。アーケードモードの他に VS モードはもちろんチームバトル、タイムアタック、サバイバル、ミッションバトルなどいろいろなモードが楽しめる。7個目、キャラの解放条件は難易度は関係なくキャラクターそれぞれでクリアするだけで解放される。時間はかかるがキャラが簡単に解放されるのは良かった。8個目、家庭用オリジナルのミッションモードのボリュームが満点。かなりのミッションがありやり込み要素満点である。一人でも長く遊べるソフト。9個目、そのミッションモードでクリアすることによって手に入るポイントを使うことによってアートギャラリーモードでアートを購入することができる。これもやり込み要素がすごい。10個目、まだ一般的ではなかったがネット対戦も楽しめた。今とは違いラグがあったが当時としては最先端なネット対戦を楽しめたのは良かった。11個目、出荷本数も多いので中古価格が安いので手に入りやすくプレイしやすい。状態が良いソフトでも500円ぐらいで手に入る。ドリームキャストを持っていたら手に入れときたい一本である。ドリームキャストソウルキャリバー。残念なところ1個目、前作のようなエッジモードのような武器が手に入るモードがなく、今作は武器を持ち替えたりできない。ミッションモードでは手に入るのはポイントのみ。これは正直がっかりした。2個目、ドリームキャストは GD ロムなのでやはりロード時間が長かった。前作のプレイステーションのソウルエッジより長いかも。それはまた後のコーナーで比較します。3個目、操作性は良いのだがドリームキャストのコントローラーは本当に格闘ゲームに向いていない。貧弱な十字キー、ボタン、そして格闘ゲームに向いていないアナログの LR ボタン。格闘ゲームには向いていないドリームキャストのコントローラー。4個目、 Xbox360 では 1080p に対応している。ダウンロード版が配信されているがなぜかプレイステーション3で配信されなかった。なんでプレイステーション3で配信しなかったんだよ。5個目、ラスボスのインフェルノの解放条件が特殊で分かりにくかった。シャンファ、サードカーラーを解放してそのシャンファでクリアしてさらにコマンドを入れないといけないという分かりにくい条件。ロード比較、ドリームキャストソウルキャリバーと比較するのは前作プレイステーションソウルエッジ
ハードでは圧倒的にドリームキャストが高性能。ハードのスペック、メディアの違い、ロードはどっちが速いのか比較します。キャラクターを選択して画面が切り替わりだしたらカウンタースタートします。ハードの性能差を見せつけることができるか。ドリームキャスト、カウンタースタートしました。ドリームキャストとプレイステーション性能の差はどう影響するのか。プレイステーションソウルエッジが速かった5点70秒。続きましてドリームキャストソウルキャリバー6点30秒。その差は 0.60 秒。ドリームキャストの方が圧倒的にハードの性能はいいが、プレイステーションソウルエッジの方が速かったです。ソウルキャリバーの方が読み込みの容量が多いのが影響したのか。ドリームキャストソウルキャリバーがロード遅かった。続きまして同じドリームキャストの 3D 格闘ゲームと比較します。ドリームキャストの 3D 格闘ゲームといえばバーチャファイター3ナムコ vs セガです。さあどっちの方がロードが速いでしょうか。比較スタート。キャラクターを選択して画面が切り替わりだしたらカウンタースタート。同じハードドリームキャストソフトの違いは出るのか。ソウルキャリバーバーチャファイター3どっちが速い。カウンタースタートしました。バーチャファイター3かソウルキャリバーか、どっちが速いんだい。ソウルキャリバーが速かった。 6.70 秒。そしてバーチャファイター3 10点43秒。その差は 3.73 秒。ほぼ4秒差ですね。さすがにバーチャファイター3より速かった。もともとナムコのゲームってロード速いですからね。ソウルキャリバーの方がロード速かったです。グラフィック&サウンド比較。ソウルキャリバーと比べるのは前作ソウルエッジです。ハードがプレイステーションからドリームキャストになってどこまで進化したか見てください。使用するキャラは滝。ミニスカートが可愛らしくチラリズムが楽しめる。ソフィーティアのスカートのチラチラ感はどう変わったか見てください。ソウルエッジソウルキャリバー同時比較。やはりドリームキャストソウルキャリバー綺麗ですね。スカートのヒラヒラ感もドリームキャスト版が自然にヒラヒラしてますね。プレイステーションのハードのスペックを考えるとソウルエッジも綺麗なグラフィックです。ソウルキャリバーの方がキャラが小さい。 3D 格闘ゲーム対決ドリームキャストローンチタイトルバーチャファイター3と比較します。セガ vs ナムコの対決です。さあ見ていきましょう。使用キャラはバーチャファイター3はラウ、ソウルキャリバーはミツルギです。ソウルキャリバーは滝ステージ、影との忍者比較も考えましたがイカダの動きに注目してほしいのでアル中旬でステージで比較。ソウルキャリバーバーチャファイター3ソウルキャリバーイカダ動いてませんがバーチャファイター3イカダ動いてますね。ここら辺はセガのこだわりを感じます。グラフィック的には甲乙つけがたい。皆さんはどっちが好みですか。今回はソウルキャリバードリームキャスト版ソウルキャリバーの方を解説&比較しました。いやー個人的にはねかなりやり込んだソフトでございます。やはりねドリームキャストのコントローラーがしょんぼーいのでアキコン買ってねアキコンでむちゃくちゃやりました。グラフィック的にもねすごく綺麗でドリームキャストを生かされたソフトだと思います。それではね今回の動画はここまでにします。皆さんはねこのソウルキャリバー思い出はありますか。よろしければねコメントよろしくお願いします。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。それではバイチャン。